耕すっていうような人間の行為、営みっていうことを作る、フィールドとか大地とか人間と自然とが長い歴史の中で育んできた調和みたいなね、絵画的なイリュージョンを肯定して否定してって繰り返す間に何でもなくなったかなって言った時に作品を止めているっていう、絵画の裏返った状態みたいなものになったかなと思った時が割と自分にとっては心地がいいっていう。今日はね、僕の作品に向かうプロセスの中で農耕であったり農業であったりっていうようなことを、テーマって言ったら大げさですけども、何か作るきっかけにしてるっていうね、そのところからちょっとねお話ししていけたらなっていうふうに思ってます。で、僕自身は大阪の南河内っていうところで生まれ育ちました。で、父の実家がみかん農家だったんですね。で、おじさん子だった僕は割と軽トラックの後ろに乗せてもらってね、山へ行って、みかんの手入れをしたりとか、畑仕事によくよくくっついていく変な子供だったんでしょうね。その中で作るってすごいなって思ったことが、おじさん自身は、山でこういう季節になったらこうするんだよっていうことを僕に教えてくれるわけなんですけども、常に自然を相手にしながら、予測をしてるってことね、自分たちの今するべきことを考えるっていうことを感じることができました。で、大学に入って哲学なんかを勉強するようになって、あの時おじさんが言ってたことはハイデッガーの考えてることに近いのかなって思ったりとかね、人間の存在っていうのは時間的存在で先取りしながらこうありたいっていうところに向かって、生きるっていうことをハイデガーを勉強しなくても割とおじさんの生き様を見てると近代っていう時代になってきて便利になって、でもね1から10まで物事を自分で組み立てていって生産するっていうことが逆になくなりつつあるのかなっていうふうにね思うと、1から10までできる仕事を僕は将来したいなっていうふうに、で作るんだったら美術作品っていう感じで絵の世界にね入ってきたわけなんですけどもね、絵はね得意だったっていうのはあるんですよね。で、小学校の2年生ぐらいの時にもう空で何も見ずにウルトラマンを斜めからスペシウム光線出してるところをバチッと描けるっていうね、僕って天才かなってみんながわーって言うしね。で、83年に大学に入りますから、それ以前まだモノ派であったりとかそういう延長線上で仕事していくんだろうな僕もっていうことを漠然と考えてました。それで大学に入ったら突然ポストモダニズムっていうような時代になってて戸惑ったけども自分とは全然問題が違うと思ったので、僕自身はそういう時代とどう折り合いをつけながら作品を作っていこうかなっていうふうに悩んでた時期でしたね、すごくね。で、自分にできることを一番初めに考えて再生紙を作ってそれを壁にかけたりしてました。中川さんといえば紙を使うことで、結構知られているんですね。この作品も一部は再生紙使ってますね。で下の丸いところはそうですね。物はね新聞なんですよ。新聞を裁断してゴミのバケツの中に15日分ぐらいの新聞細かくしたやつを入れて、でそれに水を入れて、で攪拌機で攪拌してドロドロになったやつをベースに作品を作ってて、でこれはベニヤ板を積層してそれをきれいに削って表面に切れを貼ってるね。昔は直接紙の上にアクリル絵の具なんかを乗っけて作品作ってたんですけども、できるだけ何でもないもの、ドローイングなんかも昔自分が描いた油絵をキャンバスに近い状態まで削り落として、その上にろうそくのすすを転写して何でもないものに変質させてから作品にしてるっていうね。でこれはシード・オン・ザ・テーブルってテーブルの上の種っていうことで、平面っていうものを認識するために種のつもりですすでつけたドットを乗っけてるんですよね。これだけ多分点が集まれば点と
平面自身がお互いに一緒になって点でもなく面でもなく飽和するというか、面でも点でもないようなそういう状況っていうのはすごく自分で仕事してて面白くって、その転写の仕方なんですけども、パンチングメタルって穴の開いてる鉄板をキャンバスの上に乗っけて、でひっくり返ります。自分はひっくり返って下からろうそくでこういう感じでろうそくのすすを、なるほど、僕のね、だから僕の作業着は割とこの辺がろうだらけになってこういう一人レッスンとかって読んでたりするんですけど、たまにこれひげにまでついたりとかして、熱いとかなんか見ていて面白いなと思うのは、通常その指示体の上に何かが書かれてるっていうか、それは言い換えるとその指示体と絵の具が、絵の具で描く場合はこうくっついてるように見えるんですけども、点が集合体になってこう別のレイヤーができてるというか、別の層ができていて、それがこうちょっとこう錯覚のような気もするんですけども、面白いなと思って見ているんですね。これね、ろうそくのすすですからもう本当に吹き消えてしまうんですよね。だからフェキサチーフっていう止めるもので軽く止めて、フェキサチーフが乾いたらその上からアクリルのメジウムを塗って方眼紙トレーシングペーパーを上からコラージュしてます。で方眼紙の方眼目っていうのは薄い青ですよね。でその青っていう色が上に一層乗ることでちょっとした奥行きができるんですね。空気遠近法なんてご存知の方があればすぐ分かると思うんですけども、遠くの景色っていうのは青みがかって見えますね。それは自分がいるところから風景までの間にある空気中の水分が青く見えるから、そういうふうに見えるんですけども、で印象派なんかね、こう遠い風景とか影を青で描いたりするのもそういったところなんでしょうけども、その方眼目を一つかけてやるだけで、ぐっと奥行きが出るというか、どういう関係になってるのかわからないっていうね。昔はその方眼紙をどういうふうに貼っつけるかっていうね、そのテクニック的なことなんですけどもね、難しかって綺麗に見えなかったんですけどもね、ある日方眼、貼り付けた後の方眼紙の上に汗が落ちてしまって、汗を拭いたら上の紙が外れ始めたんですよね。で外れると思って水をつけてこすり始めたら方眼目だけがきれいに残って、上の半透明の紙がきれいに外れたんですよね。これは閉めたってその時に思って、後から黒曜の人と出会うことがあって聞いてみたら、確かに方眼紙っていうのは二重構造になってできてるらしくって、黒曜って読める方を上にして貼り付けると上からこすったら、紙の部分だけがきれいに外れます。これなんか僕の秘密でもドローイングする上での特許でも何でもないんでどこでも喋ったりしてるんですけど、学生の前にこうするんだよとかって。だから結局ろうそくのすすは方眼紙とキャンバスの間にサンドイッチされてるんです。これはね、ザ・ソウアーっていうミレの種まく人の腕ですよね。レフトってタイトルつけてるから、左手をイメージさせながら同時に楓の種ってご存知ですか？こう羽があってくるくる回っていく、種まく人の、左手は下でこうブランとしてるんですけども、種まく人の行為と自ら飛んでいく種みたいなものがイメージのベースになってるんですけどもね、それをいろいろこうドローイング描きながら、僕の場合こう立体物であっても一番初めに型紙を作るんですね。僕の母親がずっと洋裁をしていたもので、女の子のプリーツの入ってるスカートがどういうふうにできるかっていう、こういうね広げた型紙を上手にアイロンを当てていきながら縫い合わせるとすごく立体的なものになるっていう。でちっちゃい時に靴下を脱ぐ時にクッと脱ぐと裏返りますよね。裏返った靴下っていうのはでも今まで自分の足の表面を覆っていたもので、それをスッと脱いだ瞬間に今度、今まで外にあったものが内側に入っていって、シャツもそうですよね。こうくるっと脱ぐと全く裏返ってしまうっていうね。これは
表裏っていうものの自身があるのかないのかっていうことね、すごくそのことで悩んだことがある。友達に言ってもアホかって言われたんですよ大阪だからね、アホやろとかって言われたんですけどじゃあその友達の口から順番にこう向いていったら人間でどうなるんだろうかみたいな割とね、人間の体をひっくり返したらどうなるだろうかとかね、田んぼから取ってきたオタマジャクシの卵、初めつるんとしてる表面がだんだん細かく分かれていって20-30個ぐらいの細胞の塊になるのかな。するとある朝起きた瞬間にまたつるんとした元の状態に戻ってるんですね。それでって昨日まですごく細胞分裂してたものが今日つるんとなったからどうなったんやろと思って子ども電話相談室に相談しましたなったんですけどもってうまく採用されてね、それはねって卵っていうのは先に体の中身が表向いた状態でできるんだよって言って、でそれがある日突然、一番初めにできるのは肛門らしいんですけども、肛門を中心にくるんとひっくり返って今まで、体の中を形成してた細胞がくるんとひっくり返ってで、内側になるんだよって。だったらシャツの裏は実は表だったりとか余計に頭がぐるぐる回っていったりしたんですけどね、ちっちゃい時に。そういう意味でも頭の中で立ち上がった立体的なイメージを平面にしてもう一遍型紙っていうものを作って形を描いてそれを立ち上げてホッチキスなんかで留めて形として認識してから作品を作ったりしてるんですけどもね。僕は田んぼを見てるのがすごく好きですごく変化するんですよね。春に水田にまず水を入れますよね。すると全てを映し込むっていうのかな、あぜに立つと、空も映ってるし、自分の重力がなくなったような状態、それで田植えをするとそこの空気が変わるんです。で5月6月ぐらいになってくるとどんどん稲が成長してきて今まで面だと思ってたものが風にねそよぎ始めると立体とも平面ともつかないようなそういうふうな場の設定に変わってきます。で稲穂が実るともうそこはもう完全に、畑っていうような状態になってくるんですね。でまたそれを刈り取るとまた今度、すごくフラットな面に戻っていくっていう。そういうものへの憧れっていうんですかね、その繰り返しっていうようなことが僕自身の平面を作る時の大きなプロセスだから、初めに水面的なイリュージョンの世界を作っておきながらそれをまた削り取ったりとかして最後にまたすごく平面的なものに戻してやるっていうような絵画的なイリュージョンを肯定して否定して肯定して否定してって繰り返す間に、何でもないものになったかなと思ったところで僕は作品をストップさせるんですけども、絵画っていうのは積層してできてきますけども、これなんかでも最後にトレーシングペーパーを貼っつけるっていうことでトレーシングペーパーの下に今度逆に、イメージが沈み込んでるっていうかな。だから絶対値ゼロっていうのを最後に置いてやることで全てが沈み込むっていうような。なんかそういうものにならないかなっていう、何でもないっていうのは多分そういう境界線、物質感のあるものが積層されていって、あるこちら側に薄くであっても距離をどんどんこっちに来てるわけですよね。それを最後に1枚レイヤーを入れることで一気にそれが奥行きに変わると。だからそれがなんか今さっき言われてたひっくり返ったっていうことなのかなと。靴下をキュッて脱いだ時に何って思う快感に近いんですよね中川さんの作品の魅力っていうのはおそらく平面立体というある種概念的な美術的な用語で語られることができる一方で、その農耕とか田んぼっていう、文字通りその泥臭いというか土臭いところのなんて言うんでしょうね、両極端なものが一つになっているというのが作品の魅力だなというふうに思ったりしていますね。ちょうどね、大学の
美術の大学に行くと、西洋美術史っていう授業がやっぱりあるんですよね。でそこで、近現代に入ってくると必ず見せられるのがジャクソン・ポロックのドキュメンタリーで、ジャクソン・ポロックがこうねエナメルをカンカンに入れてこうドリッピングして回るっていうね、そのドキュメンタリーを見た時に田植えをする前に必ず田植えの田んぼの横に長代っていうねちょっとちっちゃめのあぜの周りをぐるぐる回って、長代いっぱいに、まんべんなく種もみをまいていくっていうね、そういうふうな作業をしてる、おじの姿と、寝かしたキャンバスの周りをぐるぐる回りながら、ある種野望を持ってこうドリッピングするポロックの姿とか、これって一緒じゃんっていう感じが僕の中にはあったんですね。だったら、日本人であるとかアメリカ人であるとか今を生きてるアーティストであるとか過去のアーティストとかっていうようなそういうところも飛び越えたところで、表現っていうことができるのかなっていうふうに思いましたね。で今和歌山の中辺地っていう熊野古道の宿場町みたいなね、そういったところで今アーティストインレジデンスしてます。でこれはね今からやろうかなと思ってる仕事で、お百姓さんが作物を植える時に畝を作りますよね。成長にいいように距離を置いてこう作物の苗を植えていって、愛おしく大切に育てられる作物と畝との関係を考えたら、なんか彫刻と彫刻台に似てるのかなって。でキャベツだったり白菜のようなロゼッタ状に規則正しく内側から表に向かって膨らんでいくような、そういうものをイメージしてます。それで中辺で考えてるのは、休んでる田んぼが多いのでその持ち主の人に交渉して実際に畝を上げて自分で作ったこの石膏をこう並べていって、作物が植わってるようなふりをしながらちょっと見てもらおうかなっていうふうに考えてるんですけどね。農業あるいは耕すっていうような人間の行為、営みっていうことをドローイングを作ったりとかタブローにしたりとか立体物に起こすっていうのは、フィールドとか大地とか里山も含めて人間が作為的に作った自然、人間と自然とが長い歴史の中でこう育んできた調和みたいなね、そういう環境の中でものを見てきた自分のものに対する認識をもっぺんそこで再確認してるっていう、そういった感じですね。